東京町探検です。今回は四谷大木戸です。大木戸は江戸の入り口を守る施設でした。また近くには江戸の飲料水を賄った玉川上水の重要な施設もありました。それらの痕跡を探し歩きます。どうぞご覧ください。スタートは新宿御苑駅近くの新宿一丁目南交差点です。この道路のところにはかつて玉川上水という人工の水路がありました。幅5メートル、深さ3メートルと言いますから、この車道部分を地下1階まで掘り込んだくらいの規模でした。そこにあふれんばかりの水がかなりの速さで流れていました。今は道路下の暗渠になっています。交差点に面した門を入り、中の散歩道を歩きましょう。玉川上水は江戸の飲料水を得るための人工の水路でした。散歩道の左横に玉川上水を忍ぶ水路が作られています。しかしかつての規模とは比べ物にならないほど小さなものです。徳川家康が江戸に入り、最初に手掛けた事業の一つが飲料水の確保でした。はじめは江戸城近くの湧き水をせき止め、千鳥ヶ淵や赤坂ため池という貯水池を作りました。次に神田川から水を引き、神田上水を整備しました。しかし増え続ける人口を支えるには、より大きな川から水を得る必要がありました。そこで玉川上水が計画されました。これは東京都の地図です。画面右寄りの緑色のところが江戸城、黄緑色が外堀の範囲です。江戸に必要な大量の飲料水を幕府は多摩川に求めました。多摩川は山梨県に源を発し、東京都西部、そして神奈川県との都県境を流れる一級河川です。この川なら十分な水を得ることができます。赤い線が玉川上水です。現在の羽村市で取水し、武蔵野台地の尾根の部分を通って四谷大木戸まで水路を掘りました。水平距離 43km に対して高低差はわずか 92m。正確な測量技術を求められる工事でした。四谷大木戸から先は道路の下に石や木で作った管を通し、江戸城本丸をはじめ市内各所に給水しました。給水地域は図のピンク色の部分です。江戸城とその南側でした。江戸城の北東側の低地にはすでに神田上水が引かれていました。写真は木で作られた水道管、木樋です。水道本管にあたる太い部分は石で作られた石土井を使い、分岐した先の細い水道管が木樋でした。なお、便宜上管とか水道管とかお話ししていますが、その形状は円筒形ではなく、写真のように四角いものです。石土井も同じです。散歩道はここで終わりです。奥に見えるのは新宿御苑の出入り口の一つである大木戸門です。この建物は新宿御苑が皇室の庭園だった時代の警備員詰所である旧大木戸門営所です。御苑の敷地から外に出ます。門営所を外から見たところです。玉川上水はこの道路のところを向こうから手前に流れていました。そして道路は左に曲がっていますが、上水は直進していました。ちょうど今車が走っているあたりを抜けて木立の奥へ流れていました。木立の奥がどうなっているのか確かめに行きましょう。
土手のようなものが見えますが、堀にはなっていないようです。上水の痕跡かどうかはわかりません。ここに立っている碑は、内藤新宿開設300年記念碑です。内藤新宿は江戸時代中期の1698年に開設された比較的新しい宿場です。新しい宿場なので新宿と名付けられました。内藤新宿開設の経緯は前の動画でお話ししておりますので、よろしければ概要欄のリンクなどからご覧ください。前方を左右に横切る道が甲州街道です。宿場町はこの辺りから新宿三丁目の追い分けまで甲州街道に沿っておよそ1キロにわたり続いていました。内藤新宿開設300年記念碑の前に戻り、上水のその先の様子を見に行きましょう。歩行者通路を通り抜けます。羽村から堀の中を流れてきた玉川上水は、この先の四谷大木戸から地下に潜ります。その場所には水量や水質の管理を行う水番所がありました。これは浄水記という本に描かれた水番所の絵です。浄水記は江戸時代後期の普請奉行が編集した本です。玉川上水と神田上水に関する詳細な記録で全10巻に及びます。黄色い道は甲州街道で、ここに四谷大木戸があります。大木戸については後ほどお話しします。これは水役人の詰め所である水番屋です。さて、上水は右から流れてきます。ここは水中に柵を設けてあり、芥止めと書かれています。流れてきた落ち葉やゴミをこの柵に引っ掛け取り除く仕掛けです。ここに水門があり、地下の水道管に流れ込む水の量を調節していました。この先は甲州街道の下を流れていました。その先の給水の様子です。甲州街道の下には万年石土井と書かれており、おそらく石材を積み重ねて太い水道管にしたものと思われます。先に進むとこのように細かく分岐し、市中各所に給水していました。もう一度水番所の絵に戻ります。すると上に向かう水の流れも描かれています。この水路は余水簸と呼ばれています。水番所から江戸市中へは安定的に水を流す必要があります。そのため羽村からここまでは余裕を持って必要量を上回る水を流していたようです。その余分な水を余水簸に流していたわけです。余水簸に流す水量を調節する水門がこれで、渡水門と書かれています。新宿御苑の歩行者用通路はここまで。この先は一般の道路です。そしてこの左手、金網の奥に水番所がありました。低い木立の奥は今は甲州街道のバイパスになっています。そのあたりに芥止めがあり、そこから右にかけて水番所があったはずです。水番所があったのはこの辺りでしょうか。その遺構は見当たりません。しかし、これが余水簸です。こちらはしっかり残っています。たまたま近所にお住まいの方にお話を伺うことができました。少なくとも2、30年前までは常に水が流れており、ザリガニや小魚がいて、子供たちの水遊び場だったそうです。水深は膝ぐらいだったそうです。
余水簸を流れる水は新宿御苑から流れ出てくる渋谷川に合流していました。ということは、余水簸は渋谷川の源流の一つだったわけです。この後は余水簸をたどっていくことにします。ただその前に四谷大木戸付近に立ち寄っていきましょう。四谷四丁目交差点です。新旧甲州街道と外苑西通りが交わる大きな交差点です。バイパスとして作られた現在の甲州街道を渡ります。トンネルの出口のあたりに水番所のアクタ止めがあったと思います。旧甲州街道を進むと巨大な石碑が立っています。これは玉川上水開削の由来を記した記念碑で、水道の石踏みの木と言います。上部に刻まれた篆書体の文字は、徳川宗家16代当主であった徳川家達氏によるものです。なお、後方に立つビルは新宿区の区民センターですが、その一角に東京都水道局の新宿営業所が入っています。すぐ近くに四谷大木戸跡の碑も立っています。地下鉄工事で出土した玉川上水の石土井を利用したそうです。こうした石材を積み重ねて地下水路が作られていました。四谷大木戸が実際にあった場所は先ほどの四谷四丁目交差点です。大木戸とは人や物の出入りを管理し、また取り締まるための簡単な関所です。作られた頃は日暮れから夜明けまでの夜間は木戸を閉めていました。江戸時代後期になると木戸は撤去され、石垣だけが残されていました。江戸では東海道の高輪と甲州街道のここ、そして中山道の板橋にもあったようです。この場所は大木戸跡を伝える小公園で、木戸自体は甲州街道の真ん中にあったはずです。今回は玉川上水の流路跡に沿って歩いてきました。地図で確認すると、この道です。新宿御苑の北側に接する道路です。歩いた道はその南側の散歩道です。上水は300年記念碑のところから木立の中に入りました。そしてこの辺りからこの辺りにかけて水番所があったと考えられます。およそこのくらいの範囲です。水番所から先は地下に潜り、甲州街道の下を流れていきました。そして余水簸はここから南に流れていきます。内藤新宿は新宿一丁目交差点から西へおよそ 1km ほど甲州街道の両側に続いていました。甲州街道と玉川上水が接近しているのは偶然ではありません。谷と尾根が入り組んで坂の多い江戸の台地では、主要な街道は尾根沿いに続いていました。低湿地や急勾配を避けたのでしょう。また上水も一度谷に下ってしまうと二度と高台に登ることはできません。そのため高いところと尾根筋をたどることになります。結果的に両者は接近することになりました。23区西部や多摩東部の小学校では玉川上水について学習します。ですから私も工事を率いた玉川兄弟の名前や大工事の苦労話は子供の頃から聞いていました。ところがある時、上水の給水地域の地図を見ていて、すぐ隣に隅田川があることに気づきました。
どうしてこの水を使わずわざわざ羽村から引いてきたのだろうと疑問を持ちました。隅田川は飲めないほど汚れていたのだろうか、東京湾の満潮時に海水が上がってくるのだろうか。調べてみるとそれらの理由もなくはないのですが、それなら少し上流から引いてくれば解決します。根本的な理由は地形にありました。これは立体地図です。ご覧のように隅田川は低地を流れています。上流に行っても同様です。ですから隅田川の水を台地の上にある江戸城や、やはり台地の上に多い武家屋敷に送ることはできません。江戸城などに水を送るためには、より標高の高い西側、つまり多摩川から引いてくるしかないのです。多摩川上水はここ羽村で取水し、崖に沿って緩やかに台地に登ります。登ったところで向きを変えて小平市に向かいます。ここでさらに向きを変えて三鷹駅。ここは谷に落ちないように狭い台地の尾根を通り、四谷大木戸までたどり着きます。ここからは石問や木碑で江戸城、それからその西南の台地の上、坂を降りて東南の下町にも給水しました。後に多摩川上水の水を分け、さらに広い範囲に給水しました。例えば三田上水、後の三田用水はここで水を分け、やはりこの狭い尾根を通り三田へ。本郷台地へ向かう分水はここで水を分けました。やはり谷に落とさないように尾根を選んでこのように流しました。これは千川上水です。多摩川上水と水番所跡をたどった今回の動画はこれで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は余水簸の痕跡を探し歩き、どこを通って渋谷川へと合流していたのかを突き止めます。次の動画もぜひご覧ください。